浅草にあるフレンチビストロノーラの松本義雄です。今日はアンデス高原豚を使用したルーローハンをご紹介いたします。本日は豚バラ肉です。それと一緒に、豚足になります。ではまず豚足の下処理からしていきます。直火で焼いていきます。毛がついていたり、あと香ばしさを出すためにこんがり焼いていて、で氷水に落として後でたわしでこすっていきます。で豚足をルーローハンに入れるのは、台湾のルーローハンはもともと豚の丸を使っているそうで、その日本だとなかなかこういう丸のが手に入らないこの皮の部分をこの豚足のコラーゲンとかゼラチン質を補う形で入れていっています。しっかり周りが焦げてるような。そうですね、はい。じゃあこちらを豚を水から茹でていきます。焦げた部分をたわしでこすって、水で洗いながら掃除していきます。そしたらこれも茹でていきます。豚足がかぶるぐらいの水をひたひたにして茹でていきます。はい、このキウイソンも煮詰めて汁にしていきます。両方とも、沸くまでは強火で、一度沸いたらアクを取りまして、豚の方は約50分煮ます。で豚足の方は 4,5 時間串で刺して柔らかくなるまで茹でていく。かなりちょっと時間をかかります。そしたら豚足の中にミルクを入れていきます。玉ねぎと人参です。あとローリエです。でここから弱火にして柔らかくなるまで茹でていきます。こちらお水400です。みりん100、醤油100です。と鰹節 8g です。これで沸かして、みりんのアルコールが飛んだら終わりになります。で卵を茹でて、冷蔵庫から出したてではなく常温に出しといた状態。これで6分半茹でていきます。そしたらこれは煮汁を裏ごしていきます。こちら沸いたんで一度アクちょっと切ります。これでローリエ、なければ乾燥のローリエでも大丈夫です。これで50分ぐらい煮ていきます。玉ねぎ1個分フライドオニオンにしていきます。
こんがりしたフライドオニオンを作っていきます。で、余熱でも入っていくんで、若干早めで上に上げていきます。このぐらいで上げていきます。煮汁冷まして冷めたらこの中につけていきます。これで24時間ぐらい丸1日漬け込んでおきます。でこちらが先ほどの豚肉煮上がったのを冷ました状態になってます。これを 1.5 センチぐらいの大きさにカットしていきます。でこちらが、豚足の骨を全部外して、冷やし固めたものになります。これも少しカットしていきます。で豚足骨外す時に細かい骨が入っているんで中に入らないように注意が必要です。では煮上げていきます。こちらは先ほどの豚足と、豚のキュイソン、これを 500cc まで煮詰めたものになります。これに日本酒も一緒に入れていきます。あとこちらの台湾醤油です。日本の醤油よりちょっと濃いめのたまり醤油みたいな感じです。台湾醤油。なければ普通のお醤油で大丈夫です。日本酒沸騰させてアルコール飛ばしてから醤油入れていきます。全部入れるんではなくてちょっと濃すぎるかもしれないけど200まで入れて。でここにフライドオニオンを入れていきます。黒砂糖とお酢で、ガストリックとフランス料理の技法なんですけど、これをこの中に入れていきます。キャラメル状にします。これでお酢で止めますね。
したらこれをこの鍋に入れていきます。あとこちらがウーシャーフェン、最後に仕上げに入れます。ウーシャーフェンというのはどういった中華に使うスパイスで、八角、山椒、クローブ、シナモン、フェンネルが入ってます。これで完成になります。では煮卵を切っていきます。ではご飯盛り付けていきます。こちらでルーローハンの完成です。ではどうぞお召し上がりください。はい、いただきます。美味しそうな色で照りもあってとても美味しそうです。いただきます。とてもスパイスの香りがして、お肉も臭みもなくてとても食べやすいです。ありがとうございます。これフレンチの方でルーローハンを出されてるっていうことだと思うんですけど、はい、何かフレンチならではのこだわりみたいなところってございますでしょうか？特に、フランス料理をこれには落とし込んではいないんですが、食べやすいように仕上げております。料理工程見てたらキャラメルをかけたりっていうのは、そこは若干そうですね。はい。あれはフランスの技法、フランス料理の技法を使われているんですか？そうですね。はい。お肉も臭みがなくて油とかもとても食べやすいんですけど、普段使われているお肉とは違うとお伺いしてるんですけど、何か違いだったり、いい点っていうところはあったりしますでしょうか？煮込み料理はさほどその違いは出てこなかったんですが、使いやすさの点では日本ハムさんのアンデス、豚は使いやすかったです。高原豚、ぶどうまりとかもいいというそうですね。はい。ですけど、切ってる時も全然綺麗な形でカットされてるなとは感じておりました。はい。卵の茹で加減もとろっとしてて、素晴らしいです。タレによく絡んで黄身がすごいマイルドになって、これはこれで味が変わってすごく美味しく感じます。ありがとうございます。シェフ、今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。